私の名前はともみ、30歳の独身会社員だ。実家で母と二人暮らしをしている。就職してからも実家に住んでいた私は、父が3年ほど前に他界して母との生活になった。母は骨粗しょう症の持病があり、毎月通院しているが、生活には全く支障はない。私には5歳年上の姉がおり、今は結婚して実家の近くに住んでいる。この姉夫婦の行動が私と母の平穏な生活を壊していく。もともとわがままだった姉は義兄と結婚してからはさらにひどくなった。初めての子供ということで両親は姉をかなり甘やかして育てたようだ。小さい頃から姉はいつも新しい服を買ってもらっていたのに、私は姉のお下がり。姉妹喧嘩をしても怒られるのはいつも私だったことを覚えている。特に父は姉を可愛がっていたようで、誕生日やクリスマスのプレゼントも姉のは豪華だった。父が姉に甘かったせいもあり、母は私に気を使ってくれた。お父さんはお前のことも大好きなんだよ。母はそう言ってくれたが、子供ながらも父や姉への反発はあった。そんなこともあり、私は勉強やスポーツでは姉に負けないように頑張った。おかげで私は成績もそこそこ良かったし、部活でも活躍することができた。姉にとってはすべて妹にかなわないことが不満だったようで、家ではよく嫌がらせをされた。私が中学校に入学して成績がいいのがわかると、私の成績表を破り捨てることもあった。当時高校生の姉はかなり成績が悪かったので、比べられるのが嫌だったのだろう。中学の成績なんて何の役にも立たないわ。高校生の方が大変なんだから。そういう姉は地元でも有名な偏差値の低い高校の生徒だった。私が年頃になって髪型を気にし始めてくると、あんたみたいな地味なガリ勉女は三つ編みのおさげがお似合いよ。当時流行っていたアイドルの髪型を真似た姉は私のことを馬鹿にしていた。今思えば姉の性格の悪さはこの頃からすでに始まっていたのだった。成績の悪かった姉は高校を卒業してもすぐには働きたくなかったので専門学校へ通った。父に泣きついてなんとか入れる専門学校を見つけて入学したようだ。事務系の専門学校でいろいろな資格を学んだ姉は結局何の資格も取れなかった。姉が専門学校を卒業するときに私は地元でも有名な進学校に合格が決まった。姉はよほど悔しかったのか、父に頼み込んでまた違う専門学校に入った。今度は語学系の専門学校に入学した姉は、これからは国際人にならなくちゃね。私は通訳になるの。自慢していた姉だったが、結局通訳にはなれずに普通の会社に就職した。2つの専門学校に通った4年間、姉は遊び歩いていたようで、さすがの父もこぼしていた。資格も取れなかったし、最初から就職してればよかったのに。ほとんど専門学校にも通わず、夜遅くまで友達と遊び回っていた姉。毎日見ている私たち家族は気づかなかったが、久しぶりに会った親戚によく言われた。お姉さん、随分と様子が変わってしまったな。茶髪の派手な化粧をして、ちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出す。確かに、姉の高校の卒業アルバムを見ても、4年後の姉を想像できない。就職した姉は1年勤めただけですぐに会社を辞めてしまった。思っていたのとは全然違う。私の能力を生かしきれない。父にはそう退職の理由を説明した姉。私のやりたいことは他にあるの。両親にはそう言って、姉は働きもせずにしばらく家でブラブラしていた。その頃、私が地元の国立大学に合格すると、負けず嫌いな姉は、私も大学に行ってもう一回勉強しようかな。そんなことを言い始める。今更大学に行って何を勉強するの？半分呆れながら母が聞くと、これからは IT の時代よ。私もベンチャー企業を作るの。意気込みはいつもすごいが、すぐに飽きてしまう姉は、1ヶ月ほど予備校に通っていた。やっぱり私には無理。すぐに大学進学を断念して、近所のコンビニでアルバイトを始めた。
夜勤の方がバイト代が高いから。姉はそう言って夜の時間帯だけ働いていた。大学生になった私と顔を合わせたくなかったようだ。珍しく姉がコンビニのアルバイトを1年以上も続けていたので、あの子もやっと落ち着いてきたな。両親も安心していた矢先に、私、結婚するから、お腹に赤ちゃんもいるし。突然の姉の結婚と妊娠宣言だった。相手は誰なんだ？慌ててる父に姉は簡単に話してくる。バイト先の店長、今度連れてくるね。姉の結婚相手はアルバイト先のオーナーの息子で、一応店長と呼ばれているらしい。年齢は姉より2つ上で、姉の話ではお金持ちで優しい人らしい。しばらくして姉が結婚相手と両親を連れてきた。こちらが店長のゆうすけさんとオーナーご夫婦。私も同席して挨拶をしたものの、なぜ店長やオーナーと呼ぶかがわからない。自分の結婚相手がすごいということを見せつけたかったのだろう。姉の結婚相手を見て、私も両親もあまりいい印象を持たなかった。どこかおどおどしながら私たちの顔色を伺っているような感じがする。オーナー夫婦というのも態度が大きくて、私は嫌な印象しかない。おまけにオーナー夫婦は私が国立大学に入っていることを話し始める。すごいですね。私も同じ大学を出ていまして、妹さんは後輩になるんですね。学歴を自慢してくる結婚相手の父親も嫌な感じだ。そんなことより、私たち結婚したら近くのマンションに住むから遊びに来てね。私のことが話題になるのが面白くないらしい姉は、とっさに話題を変えてきた。実家から歩いて10分くらいのマンションに住み始めた姉夫婦。姉は無事に女の子を出産して、その子はキララと名付けられた。姉に似たのか、姉が育てているので仕方ないのか、成長するにつれ嫌な子になる姪っ子。話し始めるようになると乱暴な言葉を使うのに驚かされる。ばあさんの作った料理はまずいんだよ。じいさんは口うるさいからあっち行け。5歳の子供が、それも女の子が、こんな乱暴な言葉を知っているのにも驚いた。私に向かっても嬉しそうに話してくる。豊島ばばあ、まだ結婚もできないのか。豊島なんて言葉を久しぶりに聞いた。子供同士でそんな言葉を使うはずがない。姉夫婦が姪っ子の前で使っているか、もしかするとわざわざ教えたのだろう。言葉遣いばかりではなく、態度も子供らしくない姪っ子。姉夫婦はちょくちょく姪っ子を連れてやってくるが、実家の中を走り回っていろいろ壊してしまう。物を投げつけてガラスを割ることはよくあるし、テレビにリモコンを投げつけて壊したことも。姉のスマートフォンでゲームをしていて、負けたことに怒って、床に叩きつけて破壊した。姉も怒ってしまい、父が新しいスマートフォンを買ってあげていた。感情の起伏が激しい姪っ子が実家にやってくると、私たちはいつもハラハラしてしまう。大きくなれば少しは穏やかになるんじゃない？姪っ子が帰っていくたびに両親は言っていたが、9歳になった今でも全く変わりはない。体が大きくなってきて力もついてきたので、さらに厄介になってきた。私のことを蹴ったり叩いたりしてくる姪っ子は、今では大人と同じくらいの力だ。姪っ子の暴れぶりもひどいが、姉夫婦の非常不気さもかなりのものだ。3年前に父が脳梗塞で倒れた時も、介護どころか見舞いにも来ない姉夫婦。乱暴者の姪っ子に病院に来られても迷惑するだけだが、姉もやってこなかった。父が亡くなった時も、お店が忙しいと、お葬式には一切顔を出さなかった。49日も終わって落ち着いた頃に、姉夫婦がやってきた。父さんの遺産はきっちりともらえますからね。母を脅すようにして、貯金通帳や生命保険を調べていく。生命保険は相続の対象じゃないわよ。母さんのものだからね。いくら私が言っても人の話を聞かない姉は、この家を母さんとあんたにあげるから、私は現金だけもらっていくわ。そう言って勝手に決めてしまった。この家はね。母が姉に何かを伝えようとしても
姉は全く聞く耳を持たない。父の残した遺産は大したこともなく、生命保険も少なかった。しかし、これからの母の生活も考えないで、自分の都合ばかりを主張する姉に、私は腹を立てた。母には父が残した遺族年金もあるし、私も一緒にいるので生活には困らない。それでも私の怒りは収まらなかった。父が亡くなってからも姉夫婦は変わらずやってくる。義兄は今も夜働いているようで、食事を作るのが面倒な姉は実家にご飯を食べに来た。姪っ子の学校が休みの週末は必ずお昼過ぎに実家に来ては食事をしていく。驚いたことに昼に食べるのは遅い朝食であり、昼ご飯ではない。姉も姪っ子も朝は11時頃起きるようで、寝ぼけ眼で実家にやってくる。毎週のことなので仕方なく準備をしていると、母や私の料理にケチをつける姪っ子。いつも言ってるでしょ？私はピザやパスタしか食べないの。いわゆる一般的な日本食や家庭料理は口に合わないらしい姪っ子。姉家族の食事のほとんどがコンビニで買ってきた弁当やお惣菜のようだ。かわいい孫が遊びに来たんだから、前もって準備をしといてよね。姉はいつもそう言って母を非難している。お姉ちゃんもそんなこと言わないでよ。母さんが作った料理なのよ。姉は私の言葉を無視してスマートフォンでゲームをしている。あはは、お腹すいた。姪っ子が暴れ始めたので、しょうがなく近くのコンビニにピザやパスタを買いに行った。一番近いコンビニは義兄が店長をしているお店なので、そこに行ってみた。お昼時というのにお客さんがいなくてすぐに買うことができた。もちろん夜勤の義兄はいないが、なんとなくお店の雰囲気が暗くて、以前とは違っていた。買い物をして戻ると、また姪っ子がいろいろと文句を言ってくる。私はこのピザは嫌い。パスタもこの味は好きじゃない。文句を言っていたが、お腹も空いていたようで、美味しそうに食べていた。そんなことが続いたある日、ついに我慢できない出来事が起きる。いつものように食事をしに来た姉が、来週から私たち家族もここで同居するから、部屋も空いてるからちょうどいいわね。突然言い始めた。今住んでるマンションはどうするの？母が姉に尋ねると、こんな立派な家に二人で住むにはもったいないわよね。だから私たちが一緒に住んであげるのよ。マンションについては答えない。母さんの面倒は私が見るから、あなた出て行ってもいいわよ。姉が冷たく私に話すと、姪っ子も真似をして、お前は出て行け、寄生虫ババアと嬉しそうに叫んできた。さらに母に向かっても、お前も出て行けと怒鳴りながら母を蹴飛ばしてきた。痛い！腰を蹴られた母は倒れ込んでしまった。母さん、大丈夫？母の痛がり方と私の慌てように、さすがに驚いた姪っ子は姉の元に逃げていった。とにかく、来週には引っ越してくるからね。それだけ言うと、腰を押さえて倒れ込む母を残して、姉と生意気な姪っ子は帰っていく。骨粗鬆症の母が心配ですぐに病院で見てもらったが、幸い骨にも異常がなくほっとした。病院からの帰り道、私は母に言った。あの家はお姉ちゃんたちに渡してしまおう。二人で引っ越ししようよ。母も黙ってうなずいたので、私たちはその日から引っ越しの準備をした。実は少し前から引っ越しを考えており、住む場所は決まっていた。祖母である母を蹴ってきたり、叔母である私に出て行けという姪っ子とは関わりたくない。乱暴な姪っ子に注意もしない姉にも愛想が尽きた。私たちは出て行くから、あとは好きにしてください。鍵とか渡すから土曜日の昼12時に待ってる。姉に電話をすると、二人とも出て行くことに驚いているようで、あんたたちはどこに行くのよ。まさか、隠している財産があるの？また、相続の話をぶり返してくる。そんなのないわよ。どこに行ったっていいでしょ？不満そうな姉にそう告げると、電話を切った。土曜日は私だけが実家に戻った。
その日は珍しく義兄も一緒で、親子3人でやってきた姉家族。家の中には何も残ってないから、お姉ちゃんたちで好きにして。鍵と書類の入った封筒を渡しながら言う。この封筒は何なの？封筒の中身を覗き込みながら姉が聞いてきたので、この家の賃貸契約書よ。不動産屋さんにお願いして用意してもらったの。賃貸契約書と聞いて、姉や義兄が不思議そうな顔で私を見つめてくる。なんで賃貸契約書が必要なのよ。これは母さんの持ち物でしょ？私たちから家賃を取るつもり？鬼のような形相で姉が私を睨みつけてきた。お姉ちゃん知らなかったの？この家、賃貸だよ。父の相続で揉めたとき、母が姉に話そうとしたのは、ここが賃貸ということだった。え？知らないわよ、私。姉の言葉を聞いた義兄も慌て出した。おい、家賃払わなければここに住めないのか？話が違うんじゃないか？義兄の質問攻めに、姉は切れながら答えた。お前は黙ってろ。姉に一喝された義兄は、すごすごとうつむいて姉から離れていった。旦那のことをお前と呼ぶ姉を初めて見たが、いつもこう呼んでいるのかと思った。生意気な姪っ子の言葉が乱暴なのは、母親の姿を見て育ったからだとよくわかる。母さんが家を相続していないなら、もう一度遺産相続をやり直さなければならないんじゃない。話を遮って何とかしようと必死な姉に、私は答える。それなら、私と母さんは何ももらっていないから、お姉ちゃんが持っていった現金を分けましょう。しまった、という表情をした姉。かえって墓穴を掘ってしまった格好だ。もうお金は残っていないから、それはできないわよ。私たちの話を離れて聞いていた義兄が、再び話に参加してくる。結局、ここにタダで住むのは無理なんだよな。姉の顔色を伺いながら、恐る恐る義兄が確認する。元はといえば、お前のコンビニが潰れたのが原因だろ。姉の言葉にドキッとした。え、コンビニ潰れたんですか？義兄に聞くと、申し訳なさそうにうなずいている。コンビニは潰れて、うちの両親はお金を持って夜逃げしてしまった。俺たち住むところがないんだよ。義兄たちが住んでいるマンションも、両親が家賃を払えなくなったので追い出されてしまった。家賃を払ってここに住めばいいじゃない。義兄は首を振って悲しそうに話してくる。そんなお金があったらマンションに住んでるよ。ただで住めると言うから引っ越してきたのに。とうとう泣き出してしまった義兄。何メソメソ泣いてるんだよ。こうなったら私たちも逃げるよ。そこまで意地を張らなくてもいいと思うのだが、姉は私に弱みを見せたくないようだ。姉が頭を下げて謝ってくれれば、この家の家賃ぐらいは何とかできるのに。私の落ちぶれた姿を見て嬉しいでしょ？あんたには絶対助けてもらわないから。捨て台詞を残して姉家族はどこかへ行ってしまった。これ以降、姉家族とは連絡が取れない。ご近所さんの話では、義兄のコンビニは競合店ができてから売り上げが減って大変だったらしい。売り上げが良かった時に蓄えもしていなかったので、すぐに潰れてしまった。父の遺産を強引に持って行った頃から、姉の家族はお金に困っていたのかもしれない。家に帰ってから母に今日の出来事を話した。そんなことになっていたの？知らなかったわ。母も姉家族が住むところもなくなったことに驚いている。これからどうやって生活していくんだろうね。寂しそうに話す母を見ていると、私も少し辛くなってしまう。でも、私はお前のおかげで立派なところに住めて幸せ者だよ。母が明るくそう言ってくれたので、ほっとした。お母さん、腰の状態は大丈夫ですか？私たちの会話に割り込んできたのは、私の婚約者のケイタだ。実は少し前に彼からプロポーズをされて結婚することになった。私と母が引っ越してきた家は、もともとケイタが住んでいるマンションだ。母を一人残して結婚することに戸惑っていた私に、彼は母との同居を提案してきた。結構広いマンションなので、
3人で暮らしても問題はない。姉から同居を宣言された時に、私は母を連れてここに引っ越そうと思っていた。姉夫婦が母を邪魔者扱いしてかわいそうだと思ったし、姪っ子が母を蹴ったことで決心がついた。これからは姉や乱暴者で生意気な姪っ子に振り回されることがないと考えるだけでも嬉しい。それ以上に優しい彼と結婚して母とも一緒に暮らせるのは最高の幸せだ。しばらくして偶然スーツ姿の義兄と会った。あいつとは離婚したよ。あっさりと言われてしまった。仕事を見つけ働き出した義兄に対し姉は、私は絶対働かないからね。お前の作った借金なんだから自分で働け。さすがに義兄も頭にきて、離婚届を突きつけて家から追い出したらしい。その後は姉と姪っ子がどこに行ったかは義兄も知らない。姉の身勝手さには本当に呆れてしまう。